戦いで生き残っていくためには体力や筋力だけでなく知力も大事となります。それを測るためこれからあなたたちに学力テストを受けてもらいます。まずは現代文からよ。戦闘終了後に報告書を書いてもらわないといけないから国語力は必須なの。ブーブー。一人だけブーイングしても無駄。ユッキーもやれよ。ブーブー。やんねえよ。書き方は今後指導するけど今の学力を測るためのテストだから結果は問わないわ。あーくそー、なんもわかんねえ。アクルヒゴンはどうしましたかって。ドラッグに手を出して行かれちまった。それが正解だったら大問題だろう。そこの二人静かに。集中力も試しているのよ。こいつの隣にさえ座ってなければ集中できてたよ。んだよユッキー、私が悪いみたいに言ってよ。その通りだよ。ユッキー、やだやだやだ、嫌いにならないでくれよ。そこの二人静かに。何度言わせるの。くっそー、なんで私まで。最悪だ。次は数学。二次関数と三角関数の範囲でテストを作ったから解いてみて。日本語で OK。 日本語です。そんなのできっこねえよ。何言ってんのかわかんないんだもん。試みるぐらいはしなさい。ライフライン、オーディエンス。オーディエンスなんていません。一人で解けってかよ。まるでテストじゃねえか。テストです。お前どんな適性があって隊長に任命されたんだよ。まずそこをテストされろよ。デーペリンか。それイラッとするからやめてくれ。私ん中で流行ってんだよ。ユッキーの前でやらなくて誰の前でやるんだよ。誰の前でもやるな。封印しろ。誰も得しない。二度とするな。だからそこ何度言わせるの。くっそー。では採点結果を順番に言っていくわ。頼む、1位であれ。せめて6位でないことを祈れよ。家庭を考えると祈りが贅沢すぎるだろ。1位泉由紀。数学が満点だったわ。ユッキー、そんなに賢かったのかよ。腕利きのハッカーって言ってあったろ。数字には強いんだよ。そんな記憶もう曖昧だよ。一昨日の話だからな。2位国見玉。この私が負けるだなんて。マークシートで読み取れない回答が多数あった。筆圧不足だった。お前バカだろ。3位朝倉カレン。よかった。4位東條司。あら、そんな低いだなんて。いや、よく最下位じゃなかったな。やばい、次呼ばれなかったらアホ決定じゃん。絶対次はうちや。このノータリンより劣るはずあれへん。5位茅森瑠香。よし来たー。嘘と相川めぐみ。え、合計の点数が同じだったわ。なんや、びっくりさせんなや。そこまでアホやないと思っとったわ。いや、茅森と同じ点数だったら十分アホだからな。やっと午前の授業が終わった。よほー。今日は何食べよっかな。購買部で買うのはカツサンドと決まっている。だが今は食べたくないな。また今度にしよう。
しました。今日もランチ行こう。すみません。昨日から胃もたれしてて、また誘ってください。なんだ？行こう。どこへだよ。ああ、昼に一緒についてこいって言いたいのか。そうだ、ちゃんとコミュニケーションしろよ。ちょうど退屈してたし、言ってやるよ。ユッキーは何食べるの？なんでもいいだろ。先に選ぶよ。一緒のにする。なんでだよ。仲が深まりそうじゃん。プライベートは別にいいだろ。プライベートこそ大事でしょ。くっそ、選びづれー。何これ？刺身定食。お肉はどこ？刺身がおかずなんだからあるわけないだろ。お肉がなきゃやだ。だったら追加してこいよ。うん、コロッケ頼んでくる。うまい。めっちゃ仲が深まっただろ。私はコロッケ食ってねえけどな。満腹だ。食後なのに何難しい顔して電池いじってるの？だって謎だらけじゃねえかよこ携帯みたいなもんじゃないの？れ。これでワームホールまで作れるんだね。ああ、セラフ呼ぶ時か。ああ、こいつはすげえ代物のはず。だから調べてみてんのさ。なるほどね。ユッキーのサッカー魂に火がついちまったわけだな。サッカーなんてやったことねえわ。ハッカーだわ。午後はまた訓練だったな。さて、アリーナへ向かうか。そろそろ自販機群にも慣れてきたと思ったら、お茶と水だけ。潔い。たくさんボタンがあるのに、あるのはお茶と水だけ。アリーナに行かなきゃ。でも気になる。立地的にお茶の水でもないのに、お茶と水だけ。アリーナはどっちだったかしら。ルカさん、知らない？よくわからないわ。連れてってくれる？今日の訓練は負けられへん。うちの方が上やって証明したる。今日は一体どんな訓練をやらされるんだろうな。あの司令官のことだ。ギリギリまで難易度を上げてくるんじゃないか。マウント取られないように勝とうぜ。東条もそう思うだろ。十分に準備をしていこう。準備できたら行こう。今日は3対3のチームに分かれて戦ってもらいます。セラフで殴り合っていいの？しゃ、メグミンカモーン！最終決戦兵器壊れるわまた突っ込んだ。ああ、こいつくるくるパーなんだ。許してやってくれよ。だから私をかばうなよ。怒られてんのはお前だよ。あくまでも敵はエミュレートされたキャンサーです。より早く敵を倒した方を勝利とします。負けたらたくさん筋トレをしてもらう。またかよ。絶対負けたないな。まずは茅森、泉、朝倉のチームと相川、国見、東条のチームに分かれて競ってもらう。完璧なチームじゃん。味方を何だと思ってるんだ。なおさら負けられへん。そうですね。
ダメ。どうしたカレリン。唐突に笑い出してどうかしましたか？そろそろ表に出んと我慢ならんわなんやこいつ、朝倉やない？そうだ、あんな凡人とわしを一緒にするではない。誰なのあなた？わしか？わしはカレンちゃんでーす。ちゃんつけただけやんけ。もしかしてただの酔っ払い？酔ってるようには見えないが、酔っ払いじゃないと説明がつかないだろう。朝からずっと私らといたし、飲酒する隙もなかったろう。そうだ、そちらの女はいい観察眼を持っておる。ユッキーだけ褒められた。なんで？お前の主張を論破してやったからだよ。私も褒められたい。ねえ、そんな状況？話を戻さない？また一番言われたくないやつに軌道修正された。なんだこの敗北感は。これでも味方なのだけど。頼りになればいいんだけどな。でも確かにこっちの朝倉だよ。私らと一緒に戦っていたのはただならない気配をずっと感じていたんだ。殺気を感じます。油断なりません。あの髪飾り、裏返るとあんなまがまがしい形になっていたのか。しかもなんだかフードの耳もバフォメット的だぞ。それにカレンちゃん、聞き覚えがある。そう、その名は確か、早く思い出せよ。みんな待ってんだよ。司令官まで待ってくれてるよ。あの伝説的な謎の。そうだ、もう少しだ、頑張るのだ。応援されてるじゃねえか。猟奇的な。あと少しだ、頑張るのだ。猟奇的な小悪魔系アイドル。残念、外れだ。外すなよ諜報員。もう一度だけチャンスをやろう。すごく不穏な空気出してんのに意外に悠長なやつなんだな。猟奇的な。そうだ、そこまでは合っているぞ。猟奇的な。もう少しだ、頑張るのだ。猟奇的と言ったら殺人鬼ぐらいじゃないか。それだ。ズバリあなたは猟奇的殺人鬼。ズバリは的確に確信をついた時だけしか使えないからな。そうだ、一時期お茶の間を震撼させた冥府の彼方からやってきた悪魔こと、サイコキラーのカレンちゃんでーす。なんでちょっとヒットナンバーを紹介する DJ 風なんだよ。サイコキラーカレンちゃんと言ったら当時相当話題になったよな。学校サボってもさ、ワイドショーそればっかやってて、すげえ退屈だったのを色濃く覚えてる。覚え方が怠惰だな。曲を作りながらだよ。それはすまなかったな。さて、殺しの時間か。一丁派手にやってやるぞい。殺人鬼かなんや知らんけど、お手並み拝見や。では皆さん改めて電子軍人手帳をかざし、セラフィムコードを唱えてください。泉さんのスキルはキャンサーの外角破壊に有効よ。朝倉さんのスキルは外角破壊後に本体をさらに破損させることができるの。外角を破壊したら早森さんと朝倉さんの力を生かして一気に攻め込むのよ。さあ、向こうのチームよりも早く倒せるかしら。一気に片付けるぞ。ほらよ。さすが
ルカちゃんウィン。お疲れ様でした。茅森さんチームの勝ちです。さすが私。数値だけで見ると朝倉さんの与えるダメージが一番高いです。朝倉ではない。数値だけで見るとカレンちゃんの与えるダメージが一番高いです。歩み寄らなくていいと思うぜ。こんな小娘に劣るやなんて。可愛さでも勝てないし、何で勝てばいいんだよ。そこまで思ってへんわ。ただな、サイキックの力は使わんといたったわ。つまりうちはまだ本気やないっちゅうこっちゃ。数値だけ見ると最下位なので積極的に使いましょう。手を抜いて最下位って超絶ダサいんだが。そんなものを使ってもこのカレンちゃんにはかなわないのですここに来てすげえ濃いキャラに変貌したな。まるでゲームの世界みたいです。そういうお前が一番ゲームの世界にいそうだよ。私の可愛いカレリンにはいつ戻るんだ。それはわしの気が向いた時だ。あら皆さん、お揃いでどうしたの？案外簡単に気が向くんだな。帰ってきた。カレリン、私のこと覚えてるか？ええ、ルカさん。よかった。苦しい。おい朝倉、今戦闘をした記憶はあるか？ええ、戦っていたみたいね。ということは分離性同一性障害じゃないのか？あなたが何を言っているのかさっぱり理解できないわ。ちょっとは勉強しとけよ諜報員。でもそれは聞いたの。誰から？カレンちゃんから。やっぱり分離性同一性障害だってことはどういうことだよユッキー。朝倉の中には朝倉というおとなしい人格とカレンちゃんという凶暴な人格が混在していて、その2つの人格は情報交換が可能な状態にあるってことだ。難しい話はわかんないけどさ、いつものカレリンが戻ってきてくれたなら私は嬉しいよ。今は大丈夫。でも七瀬さんよ、分離性同一性障害とはいえなんで殺人鬼がのうのうと出歩けてんだよ。それについては私が答えるわ。キャンサーとの戦闘職に従事する限り刑罰は執行停止されるの。もちろん軍が責任を持って朝倉カレンを管理する条件だけど。なら安心だな。本当に大丈夫か？大丈夫だ。その自信はどこから来る？朝倉には取り外し不可能な発信チップが埋め込まれているから逃亡は不可能よ。問題行動を起こせば即座に拘束され永走行きよ。だからさ。そんなの埋め込まれてるなんてかわいそうじゃねえか。外してやろうぜ。外そうとしたら爆発します。いいのよルカさん。力になれなくてごめん。次は茅森、朝倉、東條のチームと泉、相川、国見のチームで競ってもらいます。今度こそ負けへんで。目に物見せてやりましょう。ほんと頼むぜ。では電子軍人手帳をかざしセラフィムコードを唱えてください。東條さんのスキルはかなり有効な支援スキルよ。茅森さんのスキルと一緒に使うことで敵に大ダメージを与えられるわ。さあ今回も向こうのチームよりも早く倒せるかしら。やるしかなさそうね。切り刻む。一気火星ね。どうだ。ルカちゃんウィン。お疲れ様でした。茅森さんチームの勝ちです。すげえ私。
悪いなユッキー。くっそー、お前にそんなセリフを吐かれる日が来るとは不覚だ。まだセラフとサイキックがうまく融合してへんだけや。そろそろ馴染んできよったね。次は茅森、朝倉、国見のチームと泉、相川、東条のチームで競ってもらいます。おいこらタマ、何喜んでんねん。こっち殺人鬼いますし。では電子軍人手帳をかざしセラフィムコードを唱えてください。国見さんは回復のスキルを持っているわ。レフレクタが破損しそうになったら国見さんのスキルで回復するのを忘れないこと。さあ向こうのチームに勝つべく全力で戦いなさい。血が騒ぐの。切り刻む。勝機が見えた。ルカちゃんウィン。お疲れ様でした。茅森さんチームの勝ちです。これが勝つという喜び。私とカレリンがいたら無敵じゃん。二人で人類救えそう。どんだけ図に乗ってやがんだ。まあ全員勝利を味わえたんだし結果オーライね。そうだな。割とバランスのいいチームだったってことだな。いや、一人だけ勝ってないやつがいると思うぞ。まさか。まさかですよね。おるわ。めぐみん勝ってないの？まるでうちが 3-1A の足引っ張っとるみたいやないか。そんなことは言ってないが、結果的にはそうなる。まだや。サイキックさえセラフに通すことができたら間違いなく勝てる。本日の訓練は以上です。お疲れ様でした。嘘や。気になってたショップに行ってみようかな。ここだったな。いらっしゃいませ。あら、以前見かけたような。どうされましたか？こちらはショップです。商品の効果はお値段通りです。じっくり見ていってください。お値段通りでしたか？なお GP はバトルを繰り返すことでもらえます。とっとと稼ぎに行ってまたお越し来やがってください。お待ちしています。ショップの商品すげえ高かったな。さて自由時間は何しようかな。ボケばっかりの 3-1A。 私一人ぐらいはちゃんとしなくては。どうしたの？なんだか毎日疲れるな。気づいたら筋肉痛がすごくって。今日も一日疲れたな。じゃあお休みと言い切る前に寝れるのか。履歴書の特技に一瞬で寝ることって書けるレベルだな。じゃあ書くよ。起きてた。書いたらいいんだろ。どれだけサイン書けばいいんだ。寝言ね。タイミング良すぎるだろ。奇跡的瞬間だったな。
この寝つきの良さは使える。泉由紀が茅森瑠香を最初のターゲットに定めたのはこの時であった。また来た。怖え怖え。なんでいつもサイコパスな内容なんだ。殺さねユッキーうるさいぞ。みんな寝られないじゃないか。えよ。それで怒られるのはまた私かよ。大変ですね。お前も一役買ってんだよ。了解であります。あなたそんなキャラだったかしら。いつもそういてくれると助かるのだけ了解であります。ど、書き方は今後指導するけど、今の学力を測るためのテストだから結果は問わないわ。くそー、なんもわかんねキャラ戻るの早いな。え。了解であります。どうせまた口先だけでしょ。今度は違います。いつもそういてくれると助かるのだけど。了解であります。こんなのできっこねえよ。何書いてんのかわかんないんだもん。また剛速球で元のキャラに戻ったな。あれ、もしかして傷ついた？言い方悪かったかな。サブマリンテヘペリンコ。なんだよそれ。沈黙した後に突然するテヘペリンコ。超イラッとしたから二度とするな。サブマリンテヘペリンコ。ただのテヘペリンコもだよ。こんなしょうもないセリフ二度と言わせるな。そうか。お前いつも能天気でいるからさ、何言っても平気かなって思っちゃってた。平気だけど。じゃあなんで黙ってたんだよ。そういう選択肢があったから。お前の頭の中はゲームみたいになってんのか。無数の言葉の中からコンピューターのようにその場に適した言葉を選んでいると言ってくれないか。だったらバグってるぞ。よくわからないわ。連れてってくれる？多重人格みたいだな。でも確かにこっちの朝倉だよ。私らと一緒に戦っていたのはただならない気配をずっと感じていたんだ。本当に大丈夫か？お前かよ。それ私が言おうとしてたんだよ。私お前のセリフを選択しちゃったのかと思って一瞬ビビったじゃねえか。さっぱり意味がわからないんだが。安心して。朝倉には取り外し不可能な発信チップが埋め込まれているから逃亡は不可能よ。問題行動を起こせば即座に拘束され永走行きよ。そんなの埋め込まれてるなんてかわいそうじゃねえか。外してやろうぜ。本当に大丈夫かってお前も聞こうとしてたんだろ。じゃあ安心しろよ。私はそんなチップを埋めてて人体に悪い影響がないか大丈夫かって聞こうとしてたんだよ。もしバックログ機能があったら会話の流れを巻き戻してやりたいよ。お前の言ってること尻滅裂だからな。うん、よく言われる。だろうな。それもきっとバンド解散の原因の一つだろうな。